セイバーの聖地グラストンベリーの地図です。シローはこの景色を見てどんなことをセイバーに思った。アバロンの丘の頂上が見えてきました。チャリスウェルの一番奥、聖杯の眠る場所です。ヨーロッパ最後の目的地はロンドンです。ドイツのミュンヘン国際空港を出発してロンドンヒースロー空港への到着です。今回の動画はいつもの旅行とはちょっと趣向を変えて聖地巡礼企画ということで、大人気フェイトシリーズの最強剣士セイバーことアルトリア・ペンドラゴンのゆかりの地、そして作中でシローとリンも訪れたイギリスグラストンベリーを訪ねました。フェイトセイバーの聖地グラストンベリーの地図です。まずグラストンベリー修道院、シローとリンが作中を訪れたアーサー王のお墓があります。次に聖杯、修道院のほど近くに枯れることのない聖杯の泉チャリスウェルが存在します。最後はすべて冬季理想郷アバロンです。作中ではたびたびセイバーの守りたいものとして登場します。グラストンベリー一帯を見渡せる丘がアバロンだと言及されています。大体ですね、このイギリス南部の東の端にロンドンがありまして、西の端の方にグラストンベリーがあります。イギリスを横断するようなイメージですね。片道が3時間半程度ということで、かなり長い旅になります。まずですね、ロンドンから電車で西部の大都市ブリストルの方へ向かいたいと思います。大体ですね、電車で2時間ぐらいですね。ブリストルテンプルミーズ駅に到着しました。イギリスはですね、かなり歴史のある街が多いんですが、このブリストルもですね、そういった歴史が非常に深い街で、石造りの駅舎があったりですとか、駅前に大聖堂があったりして、とても印象的でした。そしてめちゃめちゃ大きい駅でバス停が何個もあってですね、グラストンベリーへこの先向かうバス停がどれなのかというのでかなり迷いました。ロンドンでも走っていたんですが、2階建てのバスが結構標準的なようです。さて、グラストンベリー行きのバス停に到着しました。1時間に1本バスが出ているということで少し待ちたいと思います。青い2階建てのバスが到着しました。意外とですね、田舎町という割にはお客さんもかなり乗っていますね。お金の払い方がよくわからなかったんですが、運転手さんがですね、優しくやってくれました。バスの方はですね、まだ十分に空きがありまして、2階建ての2階の方、眺めのいい方に乗ることができました。これからですね、バスで60駅、1時間半かけてグラストンベリーに向かいます。ブリストルを出て30分程度経過しました。かなりですね、郊外というか田舎の方に来ていまして、美しい光景が広がっています。イギリスの原風景と言われるようなそんな地域ですね。さて、そろそろバスに乗って1時間が経ちます。だいぶですね、グラストンベリーの市街地っぽいところまで来ました。石造りのですね、小さくてちょっと古くてちょっとおしゃれな、そんな、いかにもですね、ヨーロッパという感じの街並みが広がっています。右手に見えてきたのはセントヨハネ教会。なかなか立派な建物なんですが、このすぐ近くにですね、グラストンベリー修道院はあります。いよいよグラストンベリーの中心部のバス停に着きました。先ほどのセントヨハネ教会の5倍ほどの高さの超巨大な修道院が元々のですね、グラストンベリー修道院だったんですけれども、そして、そこにアーサー王のお墓がですね、建設されたというふうに言われているんですが、グラストンベリー修道院自体は崩壊をしてしまって、今はですね、石碑みたいな形になってしまっているというような状態です。ゲートを抜けていよいよグラストンベリー修道院の中に入っていきたいと思います。結構ですね、名所というか観光地化されていて、お土産物屋さんだったりチケット売り場だったり、そういったものが整備されています。ただですね、いわゆる外国人観光客というか、アジア人っぽい人は少なかったですね。どちらかといえば地元の方の観光客というのが多いような気がします。はい、チケット売り場ですが、受付の人は親切だったんですが、全く英語の喋ってる内容は分からなかったので、看板をガン見してなんとか理解しようとしています。受付の施設を出るとグラストンベリーの庭園が広がってきます。フェイトシリーズで見たままの光景が広がっていて、少し変な声が出てしまいました。結構強烈な風が吹いていて、思わずセイバーの風王結界を思い出してしまいました。オタクですね。聖地巡礼なのでアングルの再現に命を懸けたいと思います。これは完全に一致。さあ、そしていよいよセイバー
アーサー王のお墓がある地点に向かいます。このマップで言うと左上の9番のところですね。ここはかつてですね、かなり巨大な聖堂が建っていたんですが、今は崩落して入り口ですとか、壁の部分とかをわずかに残すのみです。そしてこの中心部にアーサー王のお墓があります。シローはこの景色を見てどんなことをセイバーに思ったんでしょうか。一体何を伝えたんでしょうか。そんなことを考えながら私もしばしここに佇んでいました。さっきのはたまたまカメラが倒れただけで、特に意図した演出ではありません。はい、というわけで次の目的地はですね、グラストンベリートアです。どこって感じですけれども、ここは丘ですね。そこが実はフェイトの作中で出てくるセイバーが求めた全て冬季理想郷アバロンなんじゃないかという風に言われている場所です。アーサー王のお墓からは30分程度徒歩で離れたところの丘になります。ヒーヒー言いながら入り口にたどり着きました。ザ・ナショナルトラストということで、イギリスでも保護されているようですね。ここからはですね、この丘というかですね、もはや山なんですが、ここを登るしかありません。これはカップルとかが南京錠をつける的なスポットのようですね。どこでもかしこでも乳繰り上がってって感じですけどね。それにですね、今思えばセイバーに会いに来ただけであって、別に寂しいことはないと思うんですが、そんなことをやっているうちに、ついにグラストンベリートア、アバロンの丘の頂上が見えてきました。風はどんどん強くなってきて、でも景色はどんどん良くなってきます。そしていよいよ頂上にたどり着きました。かなり遠くまで見渡すことができます。一面の緑ですね。本当に元気が出るような景色です。空もとても広いです。ここから見た景色はまさに全て冬季理想郷というにふさわしいと思います。かすかに奥の方に太陽が差していて、雲の隙間から差し込む天使のはしごと呼ばれるような非常にいい景色が見れました。ちなみにですね、2019年の年末に Return to Avalon というフェイトシリーズの画集が発売されました。表紙はですね、アバロン。ここのモデルはまさにこのグラストンベリートア、この丘だったんですね。フェイトの公式チームもこのグラストンベリートアで取材をしてこの表紙を作ったという風に書いてあります。やはりこのセイバーの理想郷というのはグラストンベリーの丘であったと、ここがアバロンであったということでですね、ちょっと表紙だけお見せしましたが、中も見たい方はですね、ぜひともリンクを貼っておきますので、このリターントゥアバロンという画集をですね、ご購入いただければと思います。さて、フェイトステイナイト、グラストンベリー聖地巡礼。次の目的地は、聖杯です。グラストンベリーの丘、アバロンのふもとには、聖杯の井戸、チャリスウェルという風に呼ばれている施設があります。ここにはですね、なんと聖杯が埋まっているそうなんですね。フェイトといえば聖杯戦争ですから、その聖杯がここに埋まっているというのは何か深い意味があるんじゃないかという風に思います。しっかりと入場料を取られて、チャリスウェルの内部に入りました。とても静かで、水の音と鳥の鳴き声だけが聞こえるような、非常にですね、パワースポットという感じの場所です。ちなみに聖杯というのは、聖人の血を受けた杯のことを指しています。ここチャリスウェルのチャリスは聖杯、ウェルというのは井戸という意味なんですが、この地に伝わる伝説によれば、最後の晩餐で使われた杯がキリストの血を受けて聖杯となり、それをヨセフという人物がグラストンベリーに埋めたと。そしてそこからはですね、枯れることのない赤い水が湧き上がったということなんですね。それでは聖杯が埋められているチャリスウェルの一番奥の場所まで早速向かいたいと思います。はい、こちらがチャリスウェルの一番奥、聖杯の眠る場所です。本当に静かな空間で、小鳥のさえずりと風の音がかすかに聞こえるのみです。聖杯自体はこの穴のですね、奥深くに隠されてしまっていて見ることはできません。ここからですね、さっき見た下流側にですね、赤い水が流れていると。ちなみにこれ水が赤いのは科学的に理由があって、
ただ単に鉄分を多く含んでいるからということですね。飲むことができる場所があるので飲んでみたんですが、めっちゃ鉄のサビの味がしました。多分これ大量に飲んだらお腹壊しますね。セイバーは果たしてこのグラストンベリーの聖杯を獲得して願いを叶えることができたのでしょうか。こうやってアーサー王のお墓のすぐ近くに聖杯が眠っているわけですから、セイバーの願いを叶えて役目を終えた聖杯がここにあるという風に考えるのが自然かもしれません。そんなことを考えながらグラストンベリーからロンドンへ帰ることにしました。ロンドンでの宿はヒースローのオークウッドベッド&ブレックファーストという宿です。外観はですね、完全にただの民家ですね。私が昔住んでいたボロい下宿にちょっと似ています。結構安めの宿でした。ロンドンというとですね、非常にホテル代が高くついてしまうんですが、こちらは1泊7000円で泊まることができます。ベッド&ブレックファーストというのは、結構ですね、ヨーロッパでよく見られるホテルの形態で、ベッドとあと朝食がついている、簡易な宿ですね。ホテルとまではいかないけれども、でも相部屋とかじゃなくって、一応個室で朝食もついてますということで、長期のですね、旅人向けの宿泊施設だと言えます。部屋の中はこういう感じですね。かなり狭いですね。シングルよりもだいぶ幅の狭いベッドということで、ですがちゃんとテレビとかもあって防音もそれなり、清潔感も問題ないということで満足度の高い宿でした。さてロンドンに到着してまず向かったのはビッグベン。作中では魔術協会ということでシロやリンたち魔術師が集う時計塔という風に描写されています。最終話ではシロとリンが時計塔で魔術の勉強に励んでいる姿なんかが描かれています。というわけでこちらが実際のビッグベンの映像です。ドーンとですね時計塔があるわけなんですけれども、まさかの工事中ということで足場ががっつり組まれていて、ちょっとですね見た目がよろしくなかったんですが、ロンドンのですね一番の中心部にこれだけ歴史ある建物がドーンと巨大にですね立っているというのはですね、非常にインパクトのある光景でした。イギリスっていうのはもう基本的にですねずっと曇りなんですね。まして私は2月に行ったんですけれども、もうこの日もですねずっと曇りでした。アニメではすごく晴れていて綺麗な夕焼け空だったんですけれども、なかなかですねそういう日は実際には来ないだろうというのが悲しい現実です。というわけでフェイト聖地巡礼グラストンベリー編は終わりです。節約マイルで世界一周、イギリスではフェイト聖地巡礼を満喫し、いよいよこの旅最後の目的地へと向かいます。それはアメリカニューヨーク。もちろん普通の旅じゃなく、ラブライブスクールアイドルムービーでニューズのメンバーたちが訪れたあんな場所やこんな街全部お届けしちゃいます。現在絶賛編集中なのでチャンネル登録して楽しみに待っていてください。それではまた。このチャンネルでは旅行、ガジェット、ライフハックなど身軽に生きることをテーマに動画で発信をしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。